それでは続きをやっていきましょう。前回は拠点を防衛しに来たトラカの軍勢を拠点ごと撃破したところまでやったな。あとは敵が体勢を整える前に一気に滅亡まで追い詰めましょうか。4ターン目エンド。まあ敵も招集するよな。一気にシュート攻めたいですけど行動力足りますかね。足りるといいけどな。5ターン目開始。ギリギリトラカを攻められないみたいですね。こういうのムカつく。まあ次のターンで壊滅させましょうか。せっかくなのでロードを一人雇用。雇うのはサベージシャーマンの多くですね。こいつも沸騰武語力を使えます。見たことないけど強いと葵ちゃんの中で評判の魔法が。そしてついにウオー状態になりましたね。あれよな、軍勢が増えるやつ。白兵戦などをして戦いまくってるとウオー状態になります。この状態になると標的を選択して、その標的を破壊した上で色々破壊したりするとポイントが貯まり、そのポイントに応じて評価され、評価が大きければ大きいほどボーナスも良くなります。つまり、破壊や略奪すればするほどいいってことか。まあそういうことですね。目標に関しては支給の石柱。ウオー状態の時は戦闘ボーナスもつきますよ。軍勢も増えるし、ボーナスもつく。太っ腹。2つあって1つはモルク。投射強度がプラス 10% とビッグウオーが使えるようになります。もう一つはコルク、武器強度が 10% プラスされます。あとこっちもビッグウオーのアビリティも使えますね。アビリティに変更はないやん。どっちにします？ここはコルクやろ。あんまり投射ユニットおらんしな。まあ白兵戦こそ我らの花形ですからね。追加された軍勢はこんな感じ。しょぼ。これは2軍団目ですからね。2軍団目は4部隊しかいないので4部隊追加されます。まあ、ゴブリンでもいないよりはマシよな。ゴブリン笑う者はゴブリンに泣く。ゴブリンはオークにいじめられていつも泣いてるけどな。新しく雇った3軍生目にはロックロバーを雇っておきましょうか。それ役に立つん。敵に砲兵いなければ一方的に遠くから攻撃できますからね。また敵から進軍させるのを強要することもできますし。あとはいつものサベージオーク追加。歩兵は大事よな。戦線維持はとても大事。あとは騎兵を1部隊。最終的には、砲兵1部隊、歩兵5部隊、騎兵2部隊、騎兵1部隊の10部隊。この編成でいきます。バランスのいい編成やな。この編成だと、誰が相手でもある程度戦えますからね。5ターン目エンド。あ、逃げた。勝てないと悟って逃げたんですかね。あいつらが遠回りして我が拠点狙ってくると厄介ですね。地味に2軍団目も作ってるやん。軍団分けて迎撃しても良さそうですがどうしましょうか。ここは迷いどころ。6ターン目開始。とりあえず、シュートのトラカは占領しておきますか。シュート放置で美味しい。自動戦闘で。大した被害もなく決定的な勝利で終了。西側にいる敵軍の戦力はこんな感じ。まあうちらもウオー状態やし、2軍目でも倒せるレベルか。まあいけなくはなさそう。東の敵軍はこんな感じ。さっきのより質は高そう。カメレオンスキンクがいますがそれくらいですね。ちなみにこれが我が主力のウオーの軍勢ですね。って少なくない？これに関してはターンが経過するごとに増えるので問題ないです。ほぼほぼゴブリン。サベージオークボアビッグハンズが混ざってるのがいいですね。今のところはかなり強い騎兵ユニットですよ。ブレトニアと比べたら、騎兵最強勢力の騎兵と比べられても困るんだよな。6ターン目エンド。なぜか敵軍が包囲してきましたね。これ敵は勝ち目あるんか？勝ち目がどうというよりやらないと滅亡するからですかね。ってあれ？主力は？どうやら敵がうまく位置取りしたみたいで主力は来ないみたいですね。マジか。まあ、ウオー状態でユニットも増えてますし。守備隊もいますからロードでもなりますよ。それでは始めていきましょう。マー数では勝ってるので問題ないとは思いますが。一応敵の主力は両手武器の歩兵。両手武器の歩兵は鉄鋼ダメージが高く攻撃的な傾向があるため、まずは消耗品であるゴブリンをぶつけた後にサベージオークを投入します。できれば横か背後から突撃したいですね。こいつが今回敵の主力歩兵であるレッドクレストスキンク。先ほど説明しましたが、両手武器のため鉄鋼ダメージが高く白兵戦攻撃高め。その代わりに白兵戦防御は低めで盾も持たないため投射攻撃に弱いです。戦列を構築するというよりかは少数部隊運営して効果的な場所に投入するタイプのユニットですね。それでは接敵するまでカット。まずはゴブリンの突撃馬。
突撃されてゴブリンかなりのダメージ。さすがゴブリン、弱すぎ。ゴブリンなんてこんなもんです。それよりサベージオークを回り込ませて攻撃させますよ。やっぱりメインはサベージオーク一択よな。スカーミッシャーは今はどうしようもないので放置で。後で騎兵が来るのでそいつに対処させますか。背後突撃が決まったな。ゴブリンが敗走しなければ大丈夫そう。左翼のゴブリンが敗走寸前やん。最初の突撃でかなりダメージ食らってましたからね。あ、逃げた。サベージオークをさっさと投入しますか。こちらのサベージオークビッグアンズが到着しましたね。対大型ユニット持ちで鉄鋼ダメージも持ってはいるんですが、白兵戦攻撃と白兵戦防御も高くはなくて、防具がかなり低めなので、あんまり強くはないものの、グリーンスキンでは貴重な騎兵ユニットなので大切にしましょうね。騎兵ってマジでいるのといないのではかなり変わるよな。戦場の花形は騎兵とも言いますからね。とりあえず、ボアビッグアンズには突撃させておいて、敵の投射歩兵を狙わせたいですね。それでは、無理やり戦列突破するで。戦列突破はできなくはないけど、騎兵はあんまり得意ではないですね。居住ユニットがいたらよかったんやけどな。横からサベージオークを投入。これで敵もボロボロやろ。敵の戦線はほぼ崩壊しましたね。白兵戦で勝てるわけないやん。出直し的な。出直せればですけどね。あとは敵の飛行投射ユニットですが、こちらには9兵いるので問題はないですね。めちゃめちゃ撃たれてる。飛行投射ユニットは一方的に攻撃できるのが最大のメリットですからね。数に関しては投射歩兵の方が多いので負ける道理はありません。飛行投射ユニットは適切に運用しないといけないわけか。少なくとも殺に使って活躍できるユニットではないですね。めちゃめちゃ撃たれてる。こいつらも時間の問題ですね。敵は全部大敗走いたしましたね。口ほどにもなかったな。あいつら何も言ってないですけどね。僅差での勝利で終了。やったぜ。包囲を解除したな。あの位置なら容易に追撃できるでしょうね。7ターン目開始。トラカを攻略したらお隣になるシグマー教団。戦力はこんな感じ。ほぼほぼ同等。戦争はどこともしていないご様子。つまり、戦争を仕掛けられる可能性があるってことですね。マジで、警戒しとこう。南のリザードマン勢力であるズラトランはこんな感じ。戦力差はまあこちらの方が上。問題は誰とも戦争していないことです。つまりこちらに攻めてくる可能性もあるわけか。軍を2つに分けて追撃させます。決定的な勝利。こっちは2軍勢いますからね。自動戦闘で、トラカ最後の拠点を占領するべく主力を移動。7ターン目エンド。